逆さ回しスローで変化球って以前お伝えしたことありましたっけ？いや、それは聞いてないですね。逆さ回しスローってそもそも軸足を前に出して、はい。踏み込み足が後ろの状態で腕こう振って、引っかいて手前に戻してくるんですけど、はい。あれで、要は変化球を振ると、要は抜けない、ちゃんとボールに対して力を加えた変化球の練習になるんです。おー、なるほど。しかし、今例えば逆さ回しスローやってもらっていいですか？ネットスローに。名前でお願いですね。それによる優勝。変化球でですよね。はい。今はまだストレートで大丈夫です。まだストレートでいいストレートでもらって。そういう方。その状態で、腰回してもらっていいですか？回ったところで止める。投げずに。回したところで止める。腰回したところで止める。投げた後。ああ、そう。うん。投げる直前で止まってもらっていいですか？リ投リースのげる直前で止まってる。リリースの直前で止まってる。そこから、おへその前に空間ありますよね。はい。左足の前、おへその前。はい。そこの空間に引っ張り戻すように投げてもらっていいですか？うんそう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 。そうそう、引っかくような形で。そう、何回か。右足回して、最後に腕を手前に引っかくように引っ張ってくる。そうそうそう。そうそう。右足の軸足回した方がいいよ。こっち回すと。ああ、そうそうそう。そうそうそう。そうそう。で、要するに今これ引き戻しっていう、リリースが強くなる技術の練習をしてもらってるんですけど、ええこの感覚で変化球を投げる。その感覚、今の感覚で変化球。あ、そう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 。うん。あ、そう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 。今のなんかは、すごく最後投げたフォームなんかは、はい。リリースものすごく前でいい位置で離れてますよ。うんうん。変化球だけれども、リリースの位置が前ですごくいい位置です。今早いですね。今の早い。はい。ああ、うん。うん。あ、今のいいですね。うん。うん。まさともくんどうですか？なんか投げてた感触。うん。変化でも、ちょっと叩く感覚がちょっとありますね。うん、あと、なんていうんですかね。叩く。ストレートを叩くときに、うん。うん。じゃあ、なんていうんですか。さっき逆さの足スローした時のストレートの感覚うん。と変化球の感覚が一致してきた感じです。うん。うん。なんか、その練習必要です。うん。はい。で、ですね、今の感じで、例えはい。ば、マウンドからキャッチャーに対しても投げるんです。うん。うん。ブルペンでも。で、その時に曲がりすぎると思うんですよ。どっちはいはい。かって言ったら。
今までみたいに抜くようなボールじゃないので、うん。要は引っかかったり曲がりすぎる状態があると思うので、うん。で、ただそこをこう感じて掴んだ上で、今度、フォームで、調整していくのがいいです。ああ、うん。なるほど。で、曲がりすぎた時に、握り方を変えた方がいいです。握り方と、まあ、その、リリースの仕方もそうなんですけど、ほう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 ほ要するにその、曲がりすぎたボールは、まあ、決め球として使えるし、まあ、悪くないんですけど、まあ、カウントボール球を、まあ、習得しようとしてるので、う。うん。ただ、リリースの位置は、間違いなく、そっちの方向で探った方がいいので、うん。はい。で例えば、今まで投げていたスライダーとか縦スラとかカーブは全く違う感じですか？感覚的に。やっぱり、今のだったら、ボールの前を叩くみたいな違うんですけど、うん。前の方の感じなんですけど、やっぱり横を撫でる感じのイメージだったので、やっぱり違います。うん。本来縦スラもあれぐらいの感じで投げた方が、やっぱまだ曲がりますよ。ああ、なるほど。こういう感じ、イメージか。うん。やっぱ自分の曲げようとしすぎて、曲がりもちょっと速くなってるんじゃないかなって気がするんですよね、今。はい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 。確かに曲がりも大きいんですけど、そのレベル上がったら絶対1個残して打たれるんじゃないっていうようなカーブはよく見てたんですよ。はいはいはい。うんいやでも本当にカーブも山なりのカーブと、まっすぐ行ってストーンと落ちるのともう全然違いますもんね。はい。山なりなら、最終的に落ちてくるって思うので、はい。待てるんですけど、うん。バッターも。要は、まっすぐ来たボールに対してのカーブやと、そのままボールやと思うんで、うん。そこのバッター芯に、バッターの目線からした時のボールの待ち方がもう全然変わってきますよね。はいはいはい。うん。うん。なるほどですね。楽天の松井裕樹が、プロ入ってしばらくなんかそんな感じで苦しんでましたよね。曲がりすぎというか、うん。そうです、そうです。本当にあれなんですよね。今のお話聞いてたときに、要は、抜くような変化球なので、うん。ある程度ボールのスピードも抑えないと曲がらない。まあ、要は、強く切れば切るほど、要は、スピードがあっても曲がるんですよね。うん。回転数が多いと。はい。で、回転数が低いと、ある程度のスピード出ちゃうと曲がらないんですよね。ああ。しかし、ある程度スピードを落とさないと、今の抜くような変化球やったら曲がらないから、うん、どっかでスピードも、もうセーブしちゃってるかもしれないですよね。回転数がある程度、こう、しっかり回せるようになってきたときには、本当にある程度スピードが出てても曲がるので、それがまあ、ストレートに近い、こう、本当にこう、空振りの取れる変化球。いや、チームでラプソードがあるんですけど、はい。で、ラプソードを前測った時に、一球スライダーを投げようと思って、スライダー投げたんですよ。はいはい。で、そのスライダー投げた時の、詳しく覚えてないんですけど、1200ミリ。少ないな。1200とか1300とかしかなくて、で、ストレートが2000とか2000何百とかなんですけど、それに対して、めっちゃ落ちてたんで、これってどうなんかなと思ってたんですけど、どっちがいいのかわかんなくて。それはそうですね。まずいですね。ダメよ、それ。相当落ちたんだ。言うの忘れちゃったよ。で、基本的にスピードが遅いと回転数が回る時間も長いので、スピードが遅い方が回転数が多くなる傾向があるんですよ。ですね。要するに、150キロの2000回転と、120キロの2000回転やったら、明らか到達の時間が違うので。はいはいはい。要するに150キロの2000回転の方が短い時間帯で2000も回ってるから、やっぱ速いんですね。今の話やったら、スライダーで当然ストレートにも遅いのに、もしかしたら同じ回転やったらもっと回転数稼げるのに、なおさらエネルギー伝えられてないので。なるほどですね。
その時投げたのがスライダーじゃなくて多分カーブだったんですけど、カーブってもうちょっと回転数出るはずじゃないですか。うんうん。で、プロの見てても、巨人の菅野投手がいても、ストレート2400、500あっても、カーブの時2800とかあったら見たことがあったんで、あれとは思ったんですけど、うん。まあそういうタイプかって思って見逃してたんですけど。でもなんか、早めに気づいたの今後にとってはすごく良かったかも。そうですね。本当に。すごい気にはなってたところでなんですよね。ストレートの回転数は2000超えてるんですか？ 2000、まあ、100、200ぐらいですね。いいですよね。だいたい2200平均って言いますもんね。プロ野球選手とかのね。それこそ高い人はもっとね、2500とか。なるほど。これもあれなんですよ。スピードが上がっていったときに、はい。回転数が落ちるような傾向がまた出てきたりするので。ああ、なるほどですね。この到達度が短いので。その間での同じ回転数だとね、早くついちゃうと、回らないので。140キロ到達して2200ぐらい出たらね、すごいいいんでしょうけど。そうですよね。すごくいい。今130ぐらいで多分2100とかなんで、まあ、2300ぐらいあればね。30